今回は T-MAX のサーモスタット交換をお届けします。今回サーモスタットを交換する理由ですが、オーバークールの症状が見られるためです。オーバークールが発生する状況としては、外気温が1桁台の時です。症状としては、今までよりも水温が上がりにくく、水温計が2メモリまで上がるのに時間がかかるようになってきました。さらに致命的なのは、一旦上昇した水温計が1メモリまで下がってくるようになったことです。水温計が1メモリまで下がってくるということは、暖気ができてない状態で走り続けているということになり、エンジンに深刻なダメージを与えてしまいます。このオーバークールが発生する原因としては、サーモスタットの劣化と SJ12J エンジン冷却水ラインの構造的な問題が挙げられます。ここで SJ12J の構造的な問題について解説します。これは SJ12J のエンジン冷却水の経路図です。冷却系統は水冷式オイルクーラー系統、こうですね。とエンジン本体系統、ここですね。の2つに分けられます。エンジン本体系統はサーモスタットを経由していますので、冷却水が適正水温になるまでラジエーターで冷却されません。ここへ流れないということですね。で、エンジンが温まり冷却水温度が上昇するとサーモスタットが開き、ラジエーターへ水は流れます。一方、水冷式オイルクーラー系統はサーモスタットを経由していません。どういうことかというと、ウォーターポンプ、ここにウォーターポンプがあるんですけど、ウォーターポンプを出た冷却水は水冷式オイルクーラーでエンジンオイルを冷却後、ラジエーターで冷却され、再度ウォーターポンプで送られる。ぐるぐると循環しています。こうですね。つまりエンジンの温度に関係なく、たとえサーモスタットが閉じていたとしても、エンジンオイルは冷却され続ける構造のため、外気温が低いときはオーバークールになりやすいようです。このエンジンの設計者は積極的にエンジンオイルを冷やしたかったみたいですね。で、これは T-MAX560 と T-MAX530 の冷却水系統を比較した図になります。T-MAX530 は先ほどの説明の通り、オイルクーラーを出た冷却水はここのパイプに接続となり、ラジエーターへ流れるようになっています。一方、560の方は水冷式オイルクーラーを出た水はエンジンに接続となっていますので、サーモスタットが開いて初めて水が流れるラインが形成されるようになります。560でこの問題は解消されていると言えると思います。で、今回は冷却水経路は変更できませんので、サーモスタット交換を実施したいと思います。実は2年前の冬にも同じオーバークールの症状となりましたが、サーモスタット交換で治ったため、今回も治ると思います。それでは作業をやっていきましょう。それにしてもですね、サーモスタットは4000円もするので、2年ごとの交換となるとちょっと痛いところです。はい、作業手順ですが、サーモスタットはこの辺りについてますので、このカバーを外します。で、冷却水の注入口はこの辺りにありますので、このカバーを外すようにします。で、ラジエーターはここにありますので、ここですね。なので、このカバーを外して冷却水を抜くようにします。準備物の紹介をします。まずは冷却水ですね。ヤマハ純正品を準備しました。
それから、精製水ですね。ここら辺の冷却水交換については過去動画で詳しく解説してますので、参考にしていただけたらと思います。で、最後にサーモスタットですね。こういった品番になります。はい、以上を使用してサーモスタット交換の方をやっていきたいと思います。はい、カウルをばらしました。やっぱりこの横までばらさないとダメみたいですね。で、サーモスタットはこれですね。この位置にあります。で、反対側はというと、ここまでばらさなくていいんですけど、ついでにばらしてみました。サーモスタットはここですね。ここに見えます。で、ラジエーターの水をここから抜きます。こことここのホースを取り外して水を抜きます。ちょっとやっていきます。で、この状態でラジエーターキャップを開けます。はい、水が抜けました。そしたら次はここですね、サーモスタットのあたりを分解していきたいと思います。ちょっと見づらくて申し訳ないんですけど、ここのホースとここのホースとネジ、ここのネジを、両側のネジを取っていきます。はい、取れました。はい、そしたら次にこのホースを外していきます。こういった先端で外していきます。ここが固定されてるので、ちょっとここ外してみましょうかね。あんまり関係なかったですね。ちょっとこれ取れないんで、ここはもう諦めて、両側のボルトを外していくようにします。で、この時、ちょっとこれ合わないんで、この先端がフレキシブルに動くものを使ってやっていきます。ちょっとホースバンドの角度が悪いな。ホースバンドが邪魔ですね。よいしょ。ラジエーターのここを外してみます。これで多分取れるな。ここがフリーになったんで多分取れると思います。結構辛いな。結構辛い。取れた。はい、取れました。そしたら、さあ、どうかな。いけそうですね。
これでいけますね。ちょっと工具変えたんですけど、これでいけそうですね。はい、取れました。そしたら反対側も、こんな感じで緩めていってますね。こんな感じで結構ギリギリですね。はい、ネジが取れました。そしたらですね、このキャップを取っていきます。あ、簡単に取れるわ、これ。はい、キャップが取れました。で、今の状態見ていただくと分かると思うんですけど、ここですね、このサーモスタット穴があるんですけど、これが前側に、車台前側になるように取り付けの時は注意をしてください。はい、サーモスタットが取れました。これが外したものになるんですけど、特に見た目では異常があるとかわかんないですね。ここも閉じてますもんね。もしかしたらこのワックスが入った部分が劣化して、これの開閉が悪くなってるのかもしれません。これは新品です。こちらのものと取り替えを行っていきたいと思います。で、取り付け前に、ここの面がちょっと荒れているので、手入れしたいと思います。こちら側もちょっと手入れしておきます。はい、こんな感じで、こちらの方は手入れができました。で、エンジン本体側なんですけど、かなりやりにくくてですね、電動工具とか使用して、なんとかここぐらいまでは磨きました。で、追加でこの横の部分ですね、ここの取り外しも行っています。で、掃除するときは中にゴミが落ちないようにウエスを詰めておきましょう。こんな感じですね。そしたら新しいサーモスタットをつけて復旧の方を行っていきたいと思います。はい、新しいサーモスタットを取り付けていきます。ここにシール部品がついているので何も塗る必要がありません。で、この穴ですね、これを車体前側に向かって取り付けを行います。だいたいこれで OK ですね。はい、OK です。ホース類を取り付けていきます。よいしょ。よいしょよいしょ。で、こちらのラジエーターとか、あとここの固定ボルトですね。ここを復旧していきます。入った。結構入りにくいですね、ここ。はい、これで OK です。
なんとか取り付けができました。そしたらですね、水を入れてエア抜きの方を行っていきたいと思います。冷却水を作ります。精製水です。ドレーンプラグ等も取り付けを行ったので冷却水を入れていきます。で、リザーブタンクもこのようにフルの位置まで冷却水を入れておきましょう。はい、そしたらエア抜きを行っていきます。で、漏れがないか確認しておきます。大丈夫そうですね。いけてますね。そしたらこのままエア抜きを続けていきます。はい、こんな感じでですね、エア抜きも完了しました。で、あとはですね、カウル類を復旧して、今回の作業は完了となります。はい、こんな感じでカウルが組み上がりました。あとはですね、何回か乗って冷却水が減りますので、補充をしてあげたらいいと思います。これでオーバークールが治るといいんですけども。はい、今回の動画は以上となります。いかがでしたでしょうか。このチャンネルではバイクの軽整備を投稿していく予定です。参加用になったよっていう方は、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。